奈良時代は藤原京から平城京への遷都によって始まりました。平城京は現在の奈良市にあたり、日本はここで本格的な律令国家への道を歩み始めたのです。この遷都に深く関わったのが藤原の不比と、藤原氏を率いていた不比とは娘を天皇に嫁がせ、その子が即位すると天皇の外祖父となり、政治的な力を強めていきました。この手法を彼は2度も繰り返し、藤原氏と皇族の結びつきをより強固なものにしていきます。このように奈良時代には皇族と藤原氏が政治の中心で重要な立ち位置を占めていました。藤原の不比が目指したのは天皇を中心とした政治でしたが、彼の死後そのバランスは崩れてしまいます。不比に期待されていた皇族の人物長屋王が政治の実権を握るようになりましたが、不比の息子たちである藤原氏は天皇ではなく藤原氏を中心とした政治を目指すようになり、両者は対立するようになっていったのです。この対立は次第に激しくなり、ついに長屋王の変が発生します。藤原氏によって謀反の疑いをかけられた長屋王は藤原氏の策略によって追い詰められ、自害へと追い込まれます。この事件によって藤原氏は政治の主導権を握り、彼らの政権下で藤原氏を中心とした政治が目指されていきました。しかし藤原氏の政権は疫病の大流行によって崩壊します。4人全員が病で命を落とし、藤原氏の支配はあっけなく終焉を迎えたのです。これを受け新たに政治の実権を握ったのが疫病を生き残っていた皇族出身の人物橘の諸江でした。彼は疫病によって荒廃した政治の立て直しを目指しますが、この状況は藤原氏からすると面白くありません。こうして藤原氏からは藤原の広次が台頭し、橘の諸江と対立するようになっていきます。しかし橘の諸江は藤原の広次を太宰府へと左遷。これを受けて広次は九州で反乱を起こします。藤原の広次の乱です。この反乱はすぐに鎮圧され、広次は処刑されましたが、この騒動の最中、聖武天皇は突然、思うところがあると言い残し、東国への行幸を始めました。その行幸についていったのが藤原の中麻呂。次第に力をつけていった彼は、橘の諸江と対立するようになっていきました。彼らの対立はどんどん激しくなり、橘の諸江の主導で国境へと都を移すと、それに対抗する形で藤原の中麻呂は信楽宮へ拠点を移します。さらに橘の諸江が対抗し、一時的に浪速宮が使用されることになるなど、度重なる遷都が行われたのです。これによって政治は混乱し、人々の不安は募るばかりでした。このような状況の中、聖武天皇は社会不安が広がっている、なんとかしなければと考えます。そしてたどり着いたのが仏教でした。仏教の力で国家を安定させよう。そのような発想のもと、巨大な仏像の建設を決定したのです。しかし、実際に大仏を作るのは聖武天皇ではなく民衆です。重い負担に起こった民衆たちは反発を強め、放火事件が起こるなど、社会不安は収まりませんでした。しかも、地震が連続して発生したこともあり、天までも今の政治に起こっていると考えた聖武天皇は、民衆の希望を受け入れて、都を元の平城京へ戻すことを決定します。こうして5年間にわたり各地を転々としていた都は、ついに平城京へと戻ってきました。この平城京で大仏は完成し、聖武天皇は天皇の位を退いたのです。さて、聖武天皇が退位したとなると、次の天皇を決めなければいけません。こうして選ばれたのが、聖武天皇の娘である光顕天皇でした。しかし、光顕天皇は政治の実権を握れませんでした。理由は簡単。母の光明皇太后が政治の実権を握ったからです。光明皇太后は先ほど言った通り、不比の娘、つまり藤原氏出身の人物です。よって彼女は藤原氏の力を強めたいと考えており、藤原の中麻呂を重用して政治の実権を握っていました。光顕天皇は母の強い影響下に置かれ、実権を持たないまま時が過ぎ、次の天皇へと上位させられます。こうして即位したのが順仁天皇。彼は藤原の中麻呂に育てられた人物だったため、中麻呂の意向に従う天皇の誕生となったのです。しかし、この状況は光顕上皇からすると面白くありません。彼女を抑え込んでいた光明皇太后が崩御すると、自由に動けるようになった光顕上皇は、順仁天皇、藤原の中麻呂陣営と対立を深めていきます。そんな中、光顕上皇の病を看病し、信頼を得るようになったのが道教という僧侶でした。こうして両派閥が激突し、勝利したのが光顕上皇と道教の陣営。
敗北した順仁天皇は島流しにされ、中丸は処刑されてしまいました。戦いに勝利した高賢上皇は再び即位し、聖徳天皇となります。もはや自分を抑え込む母もおらず、絶大な権力を手に入れた聖徳天皇は、信頼する道教を重用するようになっていきました。しかし、皇族でも貴族でもない一介の僧侶が聖徳天皇の寵愛を受けて出世していく姿に貴族たちは強い不満を抱きます。そして聖徳天皇が道教を次の天皇にしたいと言い出したことで、その不満がとうとう爆発したのです。貴族たちは協力して道教の即位を阻止し、道教即位の構想を断念させると、聖徳天皇の後継者問題は白紙に戻ってしまいました。こうして次の天皇が決まらないまま聖徳天皇が崩御すると、残された人々が急遽会議を開いて新たな天皇を選びました。そこで即位したのが光仁天皇です。これまで奈良時代の天皇は天武天皇の血を引く系統が続いていましたが、聖徳天皇に子供がいなかったため、ここで初めて天智天皇の血を引く天皇が選ばれることになりました。この光仁天皇の息子こそ有名な桓武天皇です。桓武天皇は現在の平城京は天武系の天皇たちが都としてきた場所だ。ここから新たな都へ移したい。天智系の天皇たちが都とする場所で政治を行いたいと考え、遷都を決断します。こうして新たに造営されたのが長岡京でした。しかし長岡京の建設が進むにつれ、桓武天皇の周囲の人々が次々と亡くなっていきました。相次ぐ不幸な出来事を受け、桓武天皇は占いを実施したところ、これらの最悪は怨霊の仕業とされました。それだけではありません。長岡京の建物が崩壊し、桂川の氾濫が発生するなど、天災と怨霊の影響が続いたのです。こうした度重なる災難に悩まされた桓武天皇は、ついに長岡京を放棄し、新たな都へ遷都を決断します。こうして誕生したのが平安京、現在の京都にあたる場所です。この遷都をもって奈良時代は幕を下ろし、新たな時代である平安時代が始まることになりました。